長谷川 D 対72分の1ミグニ15フォックスバットの仮組みを行います。ミグニ15、こちらもコメントでリクエストのあったやつね。そうそう、リクエストをいただいた頃にちょうどベレンコ注意の訃報があったもので取り上げてみました。ベレンコ注意。ベレンコ注意は旧ソ連のパイロット。1976年9月のミグニ15の訓練中に急降下離脱、日本の函館空港に強行着陸して亡命事件を起こした人物。その人が亡くなったのがニュースとなっていたわけね。そうそう、亡命先のアメリカで亡くなったみたいね。東西冷戦時にソ連戦闘機が西側に転がり込んだわけで、ミグニ15の性能が露見し、西側の戦闘機開発の流れを変え、日本の防空システムの弱点までも露見した大事件だったのだ。なるほどね。ところでミグニ15ってどんな戦闘機なの？この亡命事件の前までは航続距離の長い高性能な戦闘機として想定され、その不安が F15 開発につながったとか。実機を調査した結果、そうでもなかったってこと？実際には機動性はそこまでではなく、主に迎撃を目的とした機体だった。つまり制空戦闘機ではなく領空防衛用の迎撃戦闘機ってことね。とはいえ最高速度はマッハ3なので突出した部分もある戦闘機なのだ。ふむふむ、このキットを出たのはいつ頃なの？1977年1月、事件の記憶が残る時期でヒット商品になったみたい。5ヶ月で商品化したのね。長谷川コンプリートワークスによると、今やってる設計を止めてミグニ15をすぐやれとなったみたいね。先駆けて商品化されてすごく売れたみたい。謎の情報提供者ってのが気になったけどね。謎の情報提供者？設計が行き詰まった時に細かい部分の情報提供があったみたいね。誰なのかは分かりませんが。なるほど、先駆けてというからには長谷川の他にもあるのね。主に旧京3県のメーカーから発売されている。簡単に時系列で説明すると、お願いします。1967年にフロックから出てるみたいだけど詳細不明。西側ではほとんど情報がない頃ね。1977年に前述通り長谷川から発売されて、1978年にはこのキットの OEM でミニクラフトからも出てる。長谷川ミニクラフトね。1980年代のどこかでアイディアと、その OEM でホビークラフトからも出ていて、その後に SK モデルからも出たみたい。アイディア、韓国の模型メーカーね。2006年にはウクライナのコンドルから出て、ズベズダからも OEM で出てるみたい。イースタンエクスプレスからも出ているのね。2008年に ICM からミグニ 15PD。 これはベレンコ注意事件後にシステム変更したもの。この ICM 版は後に長谷川に OEM 供給されている。機体が西側に渡ったのでシステム変更が必要になったのね。 ICM は2018年にもミグニ 15RBT を出している。このキットがレベルから出たキットね。そうそう、2019年に出たキットは ICM の OEM。 その他には2020年にモデリストから出たキットも ICM の OEM かな。あまり馴染みのないメーカーばかりね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のミグニ15なのだ。機体番号は31ですね。ベレンコ注意が函館に亡命した際の機体番号かな。ふむふむ。ミサイルを装備してるみたいだけど、強行着陸時はミサイルは装備してなかった。燃料も残り30両ほどしか残ってなかったとか。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚。透明パーツが1枚。デカール。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは番号を組み合わすタイプ。ベレンコ事件の際の機体番号も再現可能なのだ。なるほど。部品点数は57点。72分の1にしては部品点数は多いかもね。ではでは長谷川 D 対72分の1ミグニ15フォックスバットの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は座席と操縦床の2パーツ構成。操縦床にある程度のディテールがある。この他にケーキパネルがつくのね。ケーキパネルはデカール表現。操縦席の下に全脚5パーツを接着する。パイロットもつくのですね。このキットのパイロットはベレンコ注意なのでベレンコフィギュアってことになる。次はエンジンですかね。エンジンはこの段階ではパーツ切り出しのみ。エンジンノズル2個とエンジン土台の3パーツ構成。ふむふむ。次はエアインテークね。エアインテークも後々胴体に接着する。その際に合わせを調整するのでこの時点では切り出しのみ。左右2パーツずつね。
次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。胴体は左右分割と上下にもパーツを接着する複雑な構成。操縦席とケーキパネルを挟み込みね。この時に先に切り出したエンジンとエアインテークを取り付ける。合わせを考慮して接着ね。胴体のモールドはすべて凸モールド。単純な直線が多い。筋彫りするには楽なモールドね。お好みで筋彫りなどしてもいいかな。次は主翼ですね。主翼は左右それぞれ上下分割で2パーツずつ接着後に胴体に差し込む。主翼も単純な直線モールドですね。ここもお好みで筋彫りてもいいかもね。次はノーズコーンですかね。ノーズコーンの中に 3g の重りを入れる指示がある。次は尾翼ですね。尾翼はそれぞれ1パーツずつで胴体に差し込む。ベントラルフィンも2枚接着ね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なしね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれとで3パーツ構成。タイヤがモナカ割りなので接着する。その後にスキャクと接着となる。カバーはすべて胴体に接着ね。カバーはワンピースとなるのでデザインナイフなどで分割する必要がある。次は前脚部分。前脚も3パーツ構成となる。タイヤが2つあるのね。こちらのカバーもデザインナイフで分割が必要ね。分割したら胴体に接着なのだ。最後は武装ね。武装はミサイルが4つ付けられる。主翼下にパイロンを接着して取り付ける。最後に総評なのだ。今回は長谷川 D 対72分の1ミグに15フォックスバットの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。胴体が複雑な分割となっているため合わせ目処理に労力を使いそうだなと思いました。主翼と胴体の合わせ目もできますからね。この構成だと凸モールドは消えてしまう部分が多くなる。直線が多いので筋彫りも考慮した方がいいかもね。その他にはエンジン内部のモールドがないのが寂しいかな。短時間で形なったキットなのでディテール的に寂しい部分があるのかもね。とはいえ当時としては貴重なミグニ15キット。組み上がった姿は非常に大きいので満足感がある。組み立て説明書にある比較図でもわかるけど本当に大きな戦闘機だったのね。今となってはこのキットよりもハイディテールなキットが出ている状況だけど入手製ではこのキットが一番となるのかな。未だに定番品として扱われていますしね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。